スドリカの戦闘、難しくてよくわからないんだけど。このように考えている観察者の皆様も多いと思うので、スドリカの戦闘システムのうち、ターンフェーズの進行と、キャラクターの行動の順番についての仕様をまとめた動画を作成しました。それではご覧ください。その前に、この動画で説明する仕様は2020年6月末時点のもので、今後変更される可能性があります。また、初級訓練はクリア済みであることを前提とした説明を行います。最初に、用語説明をします。金属製のキャラクターは G、アドバイザーは AD というように表すこととします。ギルドアドバイザーがいる場合には AD2 として区別します。また、1ソウルスキルは 1S、パッシブスキルは PA というように表すこととします。例えば、1G なら金属製の1ソウルスキル、4B なら黒属性の4ソウルスキル、PA なら金属製のパッシブスキルを表します。さらに、誘発を表現したい場合は、右枠のように表記することとします。1W によって 1G が予約され、その後、実際に 1G が発動します。発動予約はカッコ付きで表します。インデントはタイミングを表します。別の例でも見てみましょう。4W によって、色々誘発されて、結果的に、4B が2回発動します。それでは、準備が整ったところで、スドリカのターン、行動順の仕様を説明します。まずは、ターンについて。各フェーズの進行はこのようになっています。バトル開始とともに敵ターンから始まります。最初に行動するのはバトル開始時効果を持つキャラクターです。次に、クールダウンが0の敵が行動します。ここから味方ターンが始まり、プレイヤーによる盤面操作を行うことができます。また、敵ターンと味方ターンには、それぞれ開始時と終了時があります。次に、ターン数の数え方です。ターン数は0から始まります。味方ターンが終了し、敵ターンが始まる前に、ターン数がカウントされます。誘発制限は、味方ターン開始時にリセットされます。ターン数の数え方とはずれている点に注意してください。続いて、行動順について。各キャラクターの行動順のルールはこのようになっています。1、同時に発生した処理は、金、黒、白、AD に、塩分の順番で処理される。2、誘発された行動は、予約された順番で、遅れて処理される。3、対象がいなくなった処理は、取り消される。この後、動きを見ながら、確かめていきましょう。それでは、改めて、ターンについての検証です。バトル開始の後、敵ターン、味方ターンと進行していくことを確かめていきましょう。一番最初に発生したのはヒアキントス SP の回避獲得効果でした。次に、パン SP が行動し、ルーンのアドバイザー効果が発動しました。ここまでがバトル開始時効果で、その順番は、場に影響を与える効果、敵のバトル開始時効果、味方のバトル開始時効果の順番で発動するようです。続いて、再びパン SP。最後に、イグリ SP が援軍の効果により2ソウルスキルを打ちました。ここで、敵ターンというのは、クールダウンが0の敵が行動し、それ以外の敵のクールダウンが1ヘルフェーズのことですので、パン SP のクールダウンが変化した、バトル開始時と味方ターン開始時の間に、敵ターンが存在することが分かりました。続いて、ターンの数え方について。ターン数が3の倍数の時、スキル効果が上がるローのアドバイザースキルをつけて毎ターン攻撃してみます。また、ジェロムに誘発させることで敵ターン中にも攻撃してみます。ここで、左上のターンが2の時の 1W のダメージは5146。
その後の敵行動によって誘発された 1W のダメージは8234。左上のターンが3の時の 1W のダメージは8234でした。ダメージから、味方行動と敵行動の間にターンの切れ目が存在することが分かりました。また、最初のターンは0であることが分かりました。続いて、誘発制限について。ルーンのアドバイザー効果でアンジェリアの 1W を2回発動し、さらにファティマのアドバイザー効果で 1W を1回発動した時に、1G が何回発動するか確かめます。まずは、バトル開始時に、1G を2回誘発しようとしますが、1回しか行動しませんでした。続いて、味方ターン開始時に、1G を1回誘発し、さらに盤面操作により、もう一度誘発しようとすると、こちらは発動しませんでした。計4回、1W で、1G を誘発しようとしましたが、実際に発動したのは、バトル開始時に1回、味方ターンに1回の、2回だけでした。誘発制限は、スキル説明文の通り、味方ターン開始時に解除されるようです。次は、行動順についての検証です。今まで、バトルの流れについて検証してきましたが、フェーズ内で同時に発生した行動は、どのように処理されるのでしょうか。このパーティーは、味方ターン開始時効果を持つキャラクターのみで構成されています。今度は、アドバイザーを入れ替えて順番を見てみましょう。同時に発生した処理は金、黒、白、AD、AD2 の順番で処理されることが分かりました。次は、同時には発生しない行動順について。味方ターン開始時に発動する効果によって、別のスキルが誘発された場合、どのような順番で発動するのでしょうか。アドバイザーによって誘発されたスキルは連続して発動し、これらによって、さらに誘発されたスキルに割り込まれることはありません。また、スキルは、誘発された順番で処理されます。もう少し複雑なケースについても考えてみます。右枠に示した通り、同時に発生した効果に対して、誘発効果は、少し遅れて、誘発された順番で処理されるようです。これが、この動画で説明する最後の内容です。敵全員が戦闘不能で、実質的に戦闘が終わっている場合や、味方が戦闘不能で、対象に取れない場合、対象のいない行動は、取り消されます。この動画では、スドリカの戦闘システムのうち、ターンフェーズの進行と、キャラクターの行動の順番の仕様について説明しました。細かい仕様を知らなくても、スドリカを楽しむ上では全く困らないと思いますが、自分で編成を考えついたり、誰かの攻略を見て、天才か、と思いやすくなる程度の利点があります。この動画は、備忘録程度の気持ちで作り始めたので、一目でわかりやすいようにはなっていませんが、その分、何十回でも見返していただけると幸いです。それでは、長くなりましたが、ご視聴、ありがとうございました。